岳頂上。こんにちは、たまゆりです。今回は奈良県吉野郡下北山村にある釈迦ヶ岳に登ります。登山口までは大阪から車で3時間、名古屋からは4時間。標高は1800メートルあり、前鬼口という登山口からは往復9時間もの道のりを歩きます。幾重にも重なった紀伊山地の深い山々、その奥地に位置している聖なる山なんです。今日も全身全霊で自然を楽しんでいきましょう。おはようございます。釈迦ヶ岳の登山口、前鬼口というところに来ています。今ですね、駐車場に車を止めて、ここから20分か30分ぐらいこの林道を歩いて、こなかぼうという宿坊があるところに行きます。でその宿坊から登山道が始まるような形ですね。今日歩く道は吉野と熊野2つの聖地を結ぶ大峰奥掛道という熊野古道の一つ、その道の、一部にもなっている釈迦ヶ岳という山を目指します。この辺り一帯は修験道の行場になっている場所で、さっきも駐車場で修験者の格好をした修行をされている方と出会いました。互い気をつけましょうって言ってさっき別れたんですけど、私はこれから先釈迦ヶ岳の頂上を目指して歩いていきたいと思います。かなりですね、急な斜面の上りだったりとか、急な階段だったりとか、少々危険な箇所もあるみたいなので、気をつけて無事に降りてこられるように進みたいと思います。行ってきます。日本遺産前鬼山集落跡。縁の行者が大峰山を開いたとき、その弟子夫婦が修験道の行場守護の命を受け、この地前鬼に住み着いた。連綿としてこの修験道の聖地を守護してきたが、時代の変換とともに明治の末期から次々と姿を消し、今はわずかにこなかぼうだけが残って1304年の宝刀を守っている。かつてはもっとたくさんあったこの行者小屋が、今では1軒だけになってしまったんですが、1300年の歴史を延々と守り継いでいるっていうことなんですね。すごい橋。今出発してちょうど1時間ぐらい経ちましたね。もう本当にね、周り全然人の気配もなくて、めちゃめちゃ静かでちょっと怖いくらいですね。
すごく神秘的な、本当に静かな世界が広がってます。よし、じゃあ先を目指して歩きます。ここから853段の階段が始まります。すごーい。見て、100段目かなこれ。99、100、101、102、103、200段。200段。300段。この釈迦岳はずっと来てみたかったとこだったんですよ。私の尊敬する師匠が大峰奥掛道をやって、この釈迦岳で撮った写真をずっと SNS のアイコンにしてて、青空に映えるお釈迦様の画像をずっと見てたから、一回自分の目で見てみたいなって思ってたんですよね。もうすぐ息が上がる。体力が足りない。このペースなら登頂できると思うんですけど、ちょっとね、危険なようなら引き返す覚悟で来ております。音読校はね、自分一人で何かあっても対処しなきゃいけないので、いろいろ余裕を持たせて行動しましょう。自分に言い聞かせてる。へい、400段。半分以上来たぜ。ありがたいですね、こうやってね、様式をつけてくださってるのは。この階段がありがたすぎる。これなかったら本当に大変だよね、登るの。こうやって分かりやすい看板もついております。ありがとうございます。安全に気をつけて進もう。秋を感じる。すごい。おお。岩が2つに裂けてる。二つ岩っていう名前だそうです。二つ岩。ここも行場の一つなんですね。ちょっと手を合わせよう。すごい道だ。木の根っこが地面全面に張り巡らされてます。標高が上がってきたからかちょっと涼しくなってきましたね。ちょっと爽やかなスンとした高原の空気を感じる気がします。樹液の香りかな、腐葉土の香りかな、なんか甘い香りもしますね。お、鎖場。よいしょっと。水が流れてる。わ、冷たい。気持ちいいな。マジかって感じの道です。すごい切れ立ってる。この岩の壁を突っ切るみたいに渡ります。ちょっと怖いんでカメラ止めます。怖かった。景色がめっちゃ綺麗。紀伊半島の深い山々が連なってますね。お、500段500段だ。あと353段。いけそうな気がしてきた。頑張るぞい。なんかすごい高い岩山が見えてきた。あれは大日岳かな。ふわふわ気持ちいい。綺麗。
600段。あとちょっと頑張りましょう。苔がめっちゃ綺麗で癒される。ふわふわ。かわいい。一休み中です。着きました。700段。本当にあと一息だ。キノコ。このキノコを食べたら死にそう。怖いね。あとちょっとだ。800段。虫がめちゃめちゃ虫いっぱいいる。あとちょっとで稜線に出るかな。頑張りますよ。綺麗だ。こんもりしてる。樹林帯を越えて道が開けてきました。うわー、綺麗な青空。大きい看板がある。よいしょ。これより大峰南奥掛道。釈迦ヶ岳まで 2.0 キロ？ちょっと待って。まだ半分ちょいしか来てないってこと？嘘でしょ。ちょっと今軽く気が遠くなったけど。いやー、でももうここまで来たらね、ちょっと気持ちいい道歩きになるんじゃないかと期待しながら進みましょう。もう景色が綺麗すぎる。うわー、すごい。釈迦ヶ岳目指して引き続き参りましょう。ここは、大日岳の行場ですね。この先はかなり険しいみたいです。この先、修験道の行場です。岩場、鎖場、道中は大変危険です。修行以外の方はお入りになることをお勧めしません。修行される方は一切自己責任にてご修行ください。大峰行者と書いてあります。さっき下から見えてたこの岩山は大日岳だったんだ。見てるだけでドキドキしてきます。うわ、こっちにも山が見えた。すごい。なんて静かな世界なんでしょう。何も音がしないや。自分の足音しか聞こえない。あのてっぺんが釈迦ヶ岳ですかね。まだめちゃめちゃ高いじゃん。頑張っていきますか。はい、ここまで到着しました。じゃああともうちょっと、あと1時間山頂までかかるようなので、山頂行ってきます。見えました。釈迦ヶ岳の観音様。ちっちゃくね、輪っかがあるのが見えるんですよ。きつすぎる。心折れそう。でもあれだ。
げえ。もうあと一踏ん張りだね。もうこっから最後の力を振り絞るっす。もう限界近い。着いた。着いた。釈迦岳頂上。お釈迦様の像が立ってます。すごい。疲れた。嬉しい。たどり着けた。すっごい景色。うわぁ。紀伊山地が360度一望できます。そして美しいお釈迦様。うまい。お釈迦様と別れるのちょっと寂しいな。なんだろう。なんか優しい顔のような気もするんだけど、ちょっと厳しい顔な気もするんだよな。ここまで来させてもらってありがとうございました。下ります。水場、この先に水が湧いている場所があるそうです。ありがたくいただきました。ありがとうございます。無事前期まで戻ってきました。きつかった。足がね、ガックガク。よいしょ。じゃあ最後に無事に帰ってこれたお礼をお伝えして帰りましょうか。無事に降りてこられました。本当にありがとうございました。じゃあ帰ります。ありがとう。疲れた。もう汗
汗で潮吹いてる。やばい。またね。釈迦ヶ岳、無事に登頂できました。よかった。次の日から筋肉痛で足が全然上がらなくて、でパンパンに腫れてブーツも履けないぐらい本当にきつかったです。6日も7日もかけて大峰奥掛道を歩く人っていうのは一体どんな孤独とかどんな極限の状況の中で戦ってるんだろうと想像させられました。本当にすごいと思います。その中の一つの山のてっぺんまで登っただけなんですけど、道の厳しさ、そしてそこに隠れている優しさみたいなものも感じられた気がしましたね。もっと強くなりたいってすごく思いましたなんだそれって感じなんですけど、こんな素晴らしい場所に来させてもらえて、でなんかそのことにはやっぱり意味があるような気がして、ここに来させてもらえただけの恩返しじゃないんですが、私ももっと強く成長した人間になって自分のできること、こうやって YouTube で映像を発信することだったり、言葉を通じて誰かの幸せとか誰かがもっと自由に生きられるような、そんな世界を作る一つのピースになれたら本当に嬉しいってね、なんかおこがましくも思ったりしました。厳しい自然の中で活動すると自分のちっぽけさを思い知ると同時にすごく謙虚な気持ちになれる気がしますね。どうしても日常を生きてると普段ある周りの環境が当たり前だと思っちゃったり、いろんな人に助けられたりとか生かされて生きているっていうことをつい忘れちゃうんですけど、こういう山での活動を通じて改めてシンプルでクリーンな元の自分に立ち返ることができたような気がしています。というわけでこの動画最後まで見てくださった方、本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントめちゃめちゃありがとうございます。本当に嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。